結論からいくと MB-01 のロアームは使えなかったってことですよね。そうですね、ちょっとレバー比の関係があっちゃってどうしても。でこれタミヤのボディが乗せられるように、まあトレッド 190mm なんですよ、でまあ用のボディって 200mm あるんで、これが 200mm 伸びて多分これでまあいけるけど MB だとこれでもスカスカなんで、自分は02のロアームにしてます。まあこのレバー比の関係ですね。こんな感じはフィーリングいいですもんね。でここにカラーが 1mm、 157に来てる感じですもんね、ホイールベースの。ちょっとまだ長いんですよ。まだ長いですか。これが下がるんで、こっち方向でうちらはホイールベースと合わせてる感じですね。これをじゃあ前に出すか後ろに出すか。前はないです。まあ後ろでもキャスターをつけるってこと。もうちょっとキャスターを入れてみて、ちゃんと加速できれば。キャスター今6度ですもんね。6度台。7いって8までなんですけど、それでここの今の位置が出たら、まあホイールベースと合わせるために後ろの方を調整する感じになりそうですね、今のところ。でここも結構がっつり削ります。ワイパーのここっすね、サーボの反対のここっすね、がっつり削りますね。俺削ってもダメだったんで下につけちゃってるんですよ。サーボのリンクというか、こうやった方が分かるかな。下側ワイパーの下側につけて斜めにこうワイパーリンクというか、ここ課題っすよね。そうなんですよ。まあ手っ取り早くしたければここにカラー入れちゃってあげればいいだけなんですよね。このサーボの台座ごと上に来れば避けるんで。でも斜めでも全然効いてるし、問題なさそうですね。ないっすね。どうしても今度シャーシの形上下に出てる部分がシャーシの真ん中のここのリブの裏側に当たっちゃうっていうので、下側で取り付けができないんですよね、サーボと。でどうしてもダブルデッキっていうか上にいつもの付け方になっちゃうんで、そこだけは多少あるかな。まあ、これもうちょっと上げるか、これを逆に下げてこの上につけちゃうか、こうニョキって逆に下に行く横もとかから出てるサーボとかで下方向に行っちゃってこれをひっくり返して上につないでもいいのかな。サーボ本の長さもやっぱ結構乗り味変わっちゃうんで、これ 18mm だったかな。もともと 20mm で使ってたんですけど、パチンって振るとジャイロで戻されちゃってフィーリング悪かったんで 18mm ですね。でそうすると3話がちょうどよかったんですね。いやここむずいんだよな。そうですね、えぐる感じですね。意外に切れ切らないし。そうですね、がっつり切っちゃうとサーボがフラフラになっちゃうんで残さなきゃいけないですもんね、リブは。今じゃあこれで190mm 幅っていうことですね。そんなキャンバーついてないですね。つけてないですね。いらない。いらない。乗り味的に。あとアッカーマンのためにアッカーマンをキャンバーで調整してるんで。なるほど。だからもっと切りたい人、ハンダを切りたい人はキャンバー入れていいんですよ。ちょっと気になるアッカーの方もね。まあまあ完璧ですよね。こっちの方がいいかな。ほぼほぼパラレル。もうちょっとこの修正がかかります。まあ B ナックルでね。はい、B ナックルですね。あれですね。走りますね。乗りやすいようにはしてるつもりなので。このフロントの画面はこれを今 D ライフのやつ。D ライフのなんかフロント用使いだったやつ。結構固めっすよね。硬いっすね。硬めだと思う。ただちゃんと D ライフって奥でこれ効いてくるようになってこっちの方が乗りやすかった。TRF ダンパーに固めの D ライフ。重たいんでしょ。そうなんだよね。前回りやっぱり十分重たさがある。固めのオイル。固め。実写感出すの。今400番近い。イメージ400番くらい。なるほど。工具強いのにちょっとわかんないです。前後とも400番。で600くらいで組んだら硬すぎでダメでした。なるほど。でもフロントはヘコヘコ動くのが嫌っていう人は600でもいいと思う。そのくらい車重があるんで、要は FRB の時とかって俺600番とか使ったんですよ。フロントモーターの時とかスパルトで。だからそれがイメージで固め。なるほどね。まあ減衰がちゃんとかかるくらい。こうやって一回ビョヨンって。なるほど。リアは D ライフ。リアはこれサクラ D5 純正なんですよ。いいのがなくて。でこれだけちょっとレーブ D の部品使ってレバー紙書いてます。内側につけるんですね。そうですね、ちょっとだけですね。この位置だと硬いし、この位置だともう合うバネがなくてもういったっきりみたいな。ここがハイアッパーになってます。で本当はここの上によきってる部分がここに入り込んでるんですけど、この上に何でもいいんで適当にシム入れて入り込まないように押さえつけて、ここにメスのボールエンドを入れてねじってあげてるんです。なるほど。でちょっと気持ちハイアッパー
まあ上げようと思えばここも2ミリくらい上がるんですけど、それじゃ済んじゃうんですね、ここの可動がなくて。これをちょっとやった方が動きは出ます。まっすぐよりはしっかりと動きが出ます。まあそれもこの車の醍醐味なのかな、このマルチリンク足でいうと。でバッテリーを1本ビスでそうですね、ちょっとずらしたっていう1本ずらした。本来はこれがここにつくんですね。なんでここについてるのがこっちについてる。なるほど。車重も見せてもらっていいですか。なかなかやっぱヘビー級なんですよ。いいですね。これ4258なんだ。まあ僕のバンクが2にあって、まあ自分はもう下げました、ちょっと。まあサーボの分だけこっちがちょっと動いてる。そうですね。ただまあこれだけ動くんで、正直走ってる時は変わってると思うんで、この車に関してはあんまり気にしなくてもいいのかな。乗り味で左右バランス悪いって思わない。これだけ変わってくるんで。フロントモーターのフィーリング全然楽しめますし、車速は多少やっぱ出ないんですけど、まあやってて操縦が楽しい車ではあるので、まあ操作感を覚えるとか、初心者の人も結構安心して走れる感じなレイアウトだし、車重も見てもらった通り、フロントモーターにしては割とリア寄りになってるんで、まあ、路面によってはこっちの方が走るところもあったりすると思いますんで、まあ、気になる人はぜひ買ってみてください。外でやってみたいですね。確かにね。これ、外の方が面白いと思う。確かに車重。車重もあるし、あとフロントの重心が高いじゃないですか。これ原因結構低くてもうまったり動いちゃうんですよ。なんでその重量感が、まあ実際重量あるんですけど、重量感があるドリフトが黒 P でも楽しめる。2万円台で車買ってヒット組んで多分できると思うので、そう考えたらなかなかないレイアウトになります。I see your face, so tell me what to do, 'cause I can't find a way. Baby, please just tell me if I'm, tell me if I'm, tell me if I'm fine. Tell me if I'm, tell me if I'm, tell me if I'm, baby, please just tell me if I'm fine. Just tell me if I'm fine. Don't love me back. I can't stand this feeling inside my mind. Baby, please just tell me if I'm fine.